はい、こんにちは、梅野です。本日は雨の日だからこそ撮れるお花の撮り方をやっていきたいと思います。はい、本日は台風の日になってまして、今ちょうど雨が止んでるんですけれども、ちょっと大降りの雨とかも降ったりしています。ただ曇ってますので光量が少なくて、でお花の葉っぱとかには水滴がついてますので、お花の雨の日らしい写真を撮れるかと思います。露出を下げてしっとりとした写真を撮っていきたいなと思ってます。それでは早速撮っていきましょう。はい、まず1枚目はこのピンクのお花を撮っていきたいと思います。でピンクのお花と緑の葉っぱとあって色のコントラストは綺麗だと思うので、ここを選びました。で、ここがですね、こう S 字みたいにカーブ描いてまして綺麗なので、ここを縦構図で切り取って撮っていきたいと思います。で今回雨の日で葉っぱが水滴でテカテカしますのでちょっと見えにくいな。これ偏光フィルター使って余計な反射は消しつつ撮っていきたいと思います。で露出を下げてピンクのお花の色味を目立たせるような感じで撮ってみます。はい、カメラを設定していきます。 F 値は 2.8 に設定しまして、手前の方と奥の方をボケさせて撮っていきます。そうすることで奥行き感を感じるかと思いますので、こういう設定にしてみました。シャッタースピードは640分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのハイライト重点速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図を使いまして S 字構図のように曲線を描いているラインを狙って撮ってみました。で F 値 2.8 にしてど真ん中付近のお花にピントを合わせてますので、手前の方と奥の方がボケたのと S 字構図のこの効果で奥行き感を感じる写真になったかと思います。でハイライト重点速光を使ったことで緑より明るいピンクの色はしっとりと出まして、で葉っぱの色は暗くなりましたので、よりこのお花の色が目立つような写真になったと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきます。手前にこの白いお花と明るいグリーンのお花が咲いてるんですけれども、その奥に赤いちょっとワインレッドなお花が咲いてますので、手前の明るいお花を前ボケに使って奥の赤いお花をメインに撮っていきます。で背景のところはこの木があってちょっといまいちなんですけれども、ちょうどこう下に下がって撮った場合にこのポコッと木の隙間がありますので、そこに赤いお花を持ってきて撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前のお花をボケさせたいので F 値は 2.8 に設定しました。でシャッタースピードは200分の1秒出ています。で ISO 感度は今日はもう曇りの日暗いのでオートにしておりますので200分の1秒出すために ISO 感度はだいたい200になっております。で露出プラマイゼロのハイライト重点速光を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の白いお花を前ボケに使いまして、奥のワインレッドのお花をメインで撮ってみました。で背景に気の空いている、光が差しているところを選んで撮りましたので、どこにピントを合わせたのか、どの写真を撮りたかったのか、どのお花を撮りたかったのかっていうのがはっきりした写真になったんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はこの渋い色のお花を撮っていきたいと思います。こっちの手前はちょっと終わってる感じなんですけど、このど真ん中これ形は綺麗なのでこれをメインに撮っていきます。で
ハイアングルから撮ろうと思ったんですけれども、ちょっと他のお花が邪魔になってしまいますので、ちょっとしゃがんだ位置に変更して、お花が斜めに生えている感じを出しつつ撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ちょっと大きいお花なので F 値は4に設定しまして、しっかりとピントを合わせていきたいと思います。で、ISO感度は320になってまして、それでシャッタースピード160分の1秒出すようになっています。で、露出プラマイゼロのハイライト重点速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割の左下のラインにお花を配置しまして、右上に向かって生えているような感じの配置で撮ってみました。で、左側がちゃんと咲いてまして、右側がちょっと枯れてますので、状況の対比にもなりますし、今日が雨の日で光が少ないこともあって、ちょっと儚い感じも出すことができたんじゃないかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここのひょろっと生えているお花を撮っていきたいと思います。横に生えているお花になりますので、ちょっと水滴がついてて綺麗かなと思ったので、これを選んでみました。で、先っぽのお花の部分は背景のこの明るいところ、木と木の隙間があると思うんですけれども、この辺ですね、この辺にお花は配置します。で、茎の部分をこっちの背景を気にすることで水滴が目立つかなと思いますので、そういう配置で撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。 F 値は4に設定して、お花の部分と茎の部分と、両方それなりにピントが合うように設定しました。で、こっちはちょっと暗いので ISO感度1250になって、シャッタースピードが320分の1秒出ております。露出プラマイゼロのハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。紫の、お花の先っぽのところにピントを合わせまして撮ってみました。で、背景を、お花のところが明るいところを選びまして、で、茎の水滴がついている部分を暗い背景を選びましたので、お花はちょっと華やかになりますし、水滴のところは背景が暗いことでより目立つような写真になったかと思います。で、狙いたいものに合わせて、背景も考えて撮ると綺麗に写真を撮ることができると思いますので、そういうところも狙って撮ってみてください。はい、次はハイアングルから撮っていきたいと思います。ここのお花が綺麗に咲いてますので、これをもう完全に真上から撮りまして、で、ここにお花にピント合わすと下の地面の葉っぱのところはボケますので、この高さを表現することができます。で、こっちの大きいお花とこっちのちっちゃいお花両方入れまして、3分割の左上にこの大きいやつで、こっちのちっちゃいの右下に入れようかなと思ってます。で、F 値をちょっと高くするので、両方にピントが合うように F 値を高くするので、背景のところはボケにくくはなるんですけど、若干ボケすぎないぐらいのボケ感になると、よりこの高さを表現できるんじゃないかなと思います。はい、ではカメラの設定をしていきます。F 値は5に絞りまして、大きいお花と小さいお花両方にピントを合わすようにしていきます。で、背景の、地面の部分の葉っぱのところは F2.8 に比べるとボケないんですけれども、ボケすぎないぐらいにボケることでよりこの高さの表現ができるんじゃないかと思います。ISO感度は500になってまして、それでシャッタースピードが160分の1秒出るようになっています。露出プラマイゼロのハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。F 値をちょっと絞ったことによって、大きいお花と小さいお花両方にピントが合いました。で、F 値 2.8 じゃなくて F5 にしたことで、
背景がこう緑色一色にならずに、葉っぱがあるっていうのが分かるぐらいになりましたので、被写体というかこのお花が浮き立つような写真になったんじゃないかと思います。で、雨の日で光が少ないのとハイライト重点速光を使ったことで、ピンクのお花のこの細かいグラデーションもしっかりと表現できたと思います。はい、そした最後はこのお花畑、ちょっとこの動画じゃ見えないと思うんですけど、ツバメさんがビュンビュン飛び回ってますので、これ撮れたら、撮って帰りたいと思います。はい、本日は雨の日のお花の撮り方を、ご紹介しました。で、晴れの日に比べるともちろん光が少ないですので、よりしっとりとした写真を撮りやすくなります。で、カメラの設定で露出を下げたりとかハイライト重点速光を使うことで、よりお花の色の深みっていうのを出せますので、今日はすごい大雨なんですけど、もうちょっと小雨の時とかあったらぜひ撮りに来てみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。